こんにちは、まいです。今回は7年間ミニマリズムを実践して気がついた7つのことをお伝えします。物が少ない暮らしに惹かれて気づけばもう7年。初めは手探りで始めたミニマリズムも少しずつ生活に定着していく中で、その奥深さや暮らしや心への影響を実感するようになりました。この7年間で少しずつ変化してきた考え方や習慣について、今日は7つの気づきをご紹介します。それでは行ってみましょう。1つ目は、ガランとした部屋イコールミニマリズムではなかったです。かつての私は、物がない空間こそがミニマリストの理想だと信じていました。テレビも棚も装飾もないガランとした部屋。それが余白であり、美しい暮らしだと考えて、ひたすら物を手放していた時期もありました。しかし、暮らしが変わるにつれて、その考え方にも少しずつ変化が生まれました。家族が増えたり、ライフスタイルが変わったりする中で、物がないことが不便に感じられる瞬間が増えていきました。それでも私は物を増やすことにどこか抵抗を感じていたのです。物は少ない方がいいという価値観にとらわれすぎて、いつしか自分や家族の心地よさを置き去りにしていたことに気がつきました。そんな葛藤の中で私がたどり着いたのは、何を手放すかではなく、何を残したいかという視点でした。ミニマリズムは決して空っぽな部屋を目指すことではありません。ただ減らすのではなく、本当に大切だと思えるものを丁寧に選び取って残していく。これがあるから今の暮らしが好きと思えるものに囲まれて生きること。その選択を重ねていくことがミニマリズムの本質なのだと今は感じています。2つ目は、本当に必要なものはちゃんと残るです。これまで私はたくさんのものを手放してきました。洋服やインテリア雑貨、大きな家具・家電、そして書類や思い出の品に至るまで、一つ一つと向き合いながら、時には迷い、葛藤しながらも、今の私にとって本当に必要なものは何かと問い続けてきました。そんな暮らしの中で、ふと気づいたことがあります。驚くほど手放した後に後悔することが少なかったということです。もちろん全く後悔がなかったわけではありません。特に再発行が面倒な書類などに関しては、残しておけばよかったと感じたことも正直あります。しかし振り返ってみると、ほとんどのものについては手放してよかったと素直に思えている自分がいました。なぜ後悔が少なかったのかというと、本当に必要なものはちゃんと残っているからだと思います。ミニマリズムを続けるうちに育っていったのは、手放す力ではなく、見極める力でした。これは今の自分に必要か、これからも使い続けたいか、そんな問いを繰り返す中で、自然と本当に必要なものが見えてきました。その結果、手放したことによる喪失感よりも、自分にとって必要なものを選び取れたという満足感の方がずっと大きかったのです。3つ目は、物にこだわることが楽しくなったです。昔の私は、とにかく安ければいい、とりあえずこれでいいやと、なんとなくで物を選んでいることが多かった気がします。深く考えず目に入ったもの、手に取りやすいものを購入しては、
一時的な満足感を得ていました。しかしミニマリズムを生活に取り入れるようになってからは、持ち物の数が少ない分、一つ一つのものを選ぶプロセスが丁寧になっていきました。今ある持ち物を見直すと同時に、新たに手にするものに対しても本当に必要かどうかをしっかり見極めるようになります。その過程でどんな商品があるか情報収集をしたり、比較したり、レビューを読んだりもします。正直、物を選ぶのにかける時間はどんどん長くなっていきました。時にはもっと気軽に買い物ができたら楽なのになぁと思うこともあります。でも私はいつしかその選び抜く過程そのものが楽しくなっていったのです。これでいいやと妥協して選んだものには、心のどこかで納得しきれない気持ちが残っていました。けれど、これしかないと思えるものは、見るたび、使うたびに嬉しくなり、持つことそのものが喜びを感じさせてくれます。ただ物を持つのではなく、選びきったという実感があるからこそ、そのものがある空間にも自分の選択にも誇りのような気持ちが生まれます。気づけばそうして選び抜いたものたちが空間に、そして暮らし全体にまで充実感を広げてくれていました。4つ目は考え方が自分軸になっていくです。ミニマリズムに出会う前は、持ち物や暮らしぶりについていつもどこかで他人の目を気にしていました。これを持っていないと恥ずかしいかもしれない。こうしておかないとちゃんとしていないと思われるかも。そんな風に無意識のうちに人からどう見えるかを基準にして物を選んだり、なかなか手放せなかったりしていたのです。しかし長くミニマリズムを実践する中で、少しずつ視点が変わっていきました。人にどう思われるかではなく、自分にとって心地よいかどうか、そんな感覚を大切にするようになっていったのです。人の視線を気にして選んだものは、どこかしっくりこなかったり、無理しているように感じることが多くありました。しかし自分の感覚で選んだものたちは、生活にスッと馴染んでいきます。ミニマリズムを続けていると、気がつけば物選びに限らず、あらゆる場面で自分自身の感覚を基準にできるようになっていました。5つ目はデジタルミニマリズムに自然と移行するです。物の整理を続けているうちに、クローゼットやキッチン、収納棚など、見える空間は随分整ってきました。この過程は単なる片付けではなく、自分自身と向き合う時間でもありました。すると次に気になり始めたのは、今までの思考や習慣、そして時間の使い方といった目には見えない部分でした。空間が整うと心にもゆとりが生まれ、どんな時間を大切にしたい、どんな気持ちで毎日を過ごしたいと、自然と意識が内側へ向かっていくようになりました。その中でも特に気になったのが、いつも手元にあるスマートフォンの存在でした。知らず知らずのうちに膨大な情報に囲まれ、心がざわつき、ゆっくり休まる時間が減っていることに気づいたのです。そこからデジタルとの付き合い方も見直すようになりました。使っていないアプリは削除し、通知は必要なものだけに、SNS の使い方も最小限に見直しました。すると驚くほど心が静まり、時間にも気持ちにも余裕が生まれてきたのです。これからますます情報が進んでいく時代、だからこそ情報も選ぶ姿勢を忘れずにいたいと思っています。
6つ目は時間の大切さを実感するようになったです。物を減らす暮らしを始める前、私は時間について深く考えたことがありませんでした。仕事や家事に追われる日々の中、気づけば一日が終わり、今日自分のために何ができたんだろうかと感じることも多くありました。そんな日常の中でミニマリズムに出会い、少しずつ物を手放すようになって、ようやく気づけたことがあります。それは、探す、戻す、管理するといった些細な行動が、思っていた以上に毎日の時間と気力を奪っていたということです。例えば、物を探すのに多くの時間をかけたり、散らかった場所を片付けなきゃという気持ちが頭の隅にずっとあって、ストレスになったりします。物の多さが知らず知らずのうちに余計な動きを生み、時間と気力を消耗させていたのです。物を減らすということは、必然的にそれらの時間をなくすということでもあります。空間が整うと、自然と時間にも余白が生まれました。その空いた時間に、本当は何がしたかったんだろうと、自分自身に問いかけるようになっていきました。予定を詰め込むよりも、家族とのんびり過ごす時間、スマホを眺めるよりも紅茶やコーヒーをゆっくり味わう時間、こうした静かにゆったり過ごす時間こそが、私にとって本当にやりたかった時間の使い方だということに気がつきました。物を減らし暮らしを整えるうちに、時間こそが最も贅沢なものだと実感することができました。この感覚こそが、今も私がミニマリズムを続ける原動力になっています。最後7つ目は、ミニマリズムは完成形がないです。ミニマリストを目指し始めた頃は、物が少なくてすっきりとした部屋が出来上がれば、それで完成、これで理想の暮らしが手に入ると思っていました。でも実際に物を整理していく中で気づいたのです。暮らしとは常に流動的なものだということに。季節が変われば持ち物も変わるし、家族が増えたり仕事が変わったりすれば、必要なものも心の在り方も変化していきます。考え方や趣味思考だってずっと同じなままではありません。かつては心地よかったものが、ある日ふと今の自分にはしっくりこないと感じることもあります。一旦理想の形ができたように見えても、しばらくすると違和感が生まれたり、また見直したくなったりするのです。もう片付けは終わったはずなのにともどかしく感じることもありました。でも今はそんな変化が訪れるたびに、また見直すタイミングが来たんだなと受け止められるようになりました。以前は完成形を求めていた私も、今ではその変化自体も暮らしの味わいとして楽しめるようになりました。どこまで減らすか、何を残すか、ミニマリズムとは正解を求めるものではなく、問い続ける姿勢なのだと今は理解しています。はい、以上が7年間ミニマリズムを実践して気がついた7つのことでした。この7年間物を手放し暮らしを見つめ直す中で、たくさんの気づきを得ることができました。それは物に対する価値観だけでなく、自分自身の感覚や日々の選択、そして人生の優先順位にまで及ぶものでした。これからも気づきを重ねながら日々の暮らしを楽しみたいと思います。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
とその角度のまま押してボタン録画。これわからんけど違う。録画してあった。